JS キャスト鋳造欠陥予測シリーズナンバー3。アルミダイカストプロセスにおける納期ハウジングボディ部品の解析事例をご紹介させていただきます。本資料の目次です。主に、湯流れ解析結果と、凝固解析結果を、この順に、ご説明させていただきます。解析対象部品の概要についてご説明させていただきます。鋳物材質は ADC12 で、製品とランナーを含む重量は、約 8kg です。水色部分のビスケット位置より、650度の溶洞を射出します。射出速度は、製品手前のゲート位置を境にして、低速速度は 0.2 メートルパー秒、高速速度は4メートルパー秒を設定しています。また、総要素数は6000万要素を超える大規模要素モデルとなっています。これより、湯流れ解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、湯流れ解析結果の温度分布表示です。ビスケット位置からランナーにかけてオレンジ色の部分は高温で、製品内に黄色や黄緑色は低温領域を表しています。特に、湯流れ解析結果の温度分布表示では、液層線温度と固層線温度に注意します。液層線温度以下で、溶洞が衝突するような箇所は、湯境欠陥や湯じわなどの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。続けて、湯流れ温度分布表示ですが、紫色部分は未充填領域を示しています。射出速度が高速に切り替わり、充填完了間際に矢印で示した製品の未充填領域と、その周囲の温度分布を確認して、溶洞温度が低くなっている場合は、湯回り不良やガス巻き込みの発生が考えられます。それでは、動画を再生します。温度分布などの背景色を除き、未充填領域だけを表示した画像です。解析モデル全体を透過処理しているため、どの箇所に未充填領域が残っているのかを漏らさずに確認することができます。それでは、動画を再生します。画面内の金型配圧考慮と排気ベントの設定を行うことで、溶洞の巻き込みで発生した微小ガスマーカを追跡することができます。サイズの大きいマーカが存在するところや、小さなマーカでも密集する領域には、ガス巻き込みの可能性が考えられます。それでは、動画を再生します。全ページでは解析モデルの中に、発生した直径 1mm 以下のマーカ分布を見ていただきましたが、こちらは、未充填部分やガスマーカの分布状況を定量的に評価できる、気効率表示です。上側の図は、充填完了直前の気効率で、下側の図は、40メガパスカルの鋳造圧力後の気効率表示です。鋳造圧力前の気効率は、0.3211% に対して、鋳造圧力後の気効率は 0.0072% と小さくなっていることがわかります。このキャビティ内の気効率やガス量より、ランナー設計や射出条件などを検討することができます。中等口から
一定間隔でマーカを放出する湯流れ流積表示です。射出初期のマーカは青色で、途中、黄色になり充填間際ではオレンジ色のマーカが流れていきます。最初に流入した青色マーカには、酸化皮膜や介在物などが含まれていると仮説を立てて追跡を行ったり、マーカが同じ領域で激しく渦を巻いている場合は、ガス巻き込みを予測することができます。それでは、動画を再生します。こちらは、充填完了後の積別流入表示です。6箇所のゲート断面から流入した用途の領域を色分けで表示しています。様々な断面積のゲートがある鋳造法案では活用されていて、積別流入変化曲線も同時に出力します。これにより、ゲート位置や断面積の妥当性を再確認することができます。それでは、動画を再生します。全ページのゲート別色分け表示における流量変化曲線です。ビスケット1から近く、ランナーの距離も短いゲート1番が最も流量が多いのに対して、ランナーの距離が長いゲート3番5番と6番は流量がともに少ないことが、定量的に確認することができます。これにより、ランナー形状やゲート断面積の設計においても、参考になると考えられます。これより、凝固解析結果をご説明させていただきます。まずこちらは、製品とランナー、オーバーフローを含めた凝固過程で、表示している領域は未凝固で、最終凝固位置を表しています。この未凝固部は、ビスケット内部では特に問題ありませんが、製品内に残っているものは、非消すが予測されるため、ランナー設計、射出条件や金型冷却条件などの見直しが必要になると考えられます。それでは、動画を再生します。この凝固ホットスポット表示は、凝固アニメーションで見落としがちになりやすい、孤立凝固を表しています。配色は、青色は早く凝固した領域で、オレンジ色は遅く凝固した領域を示しています。凝固したタイミングが早い青色の領域であっても、孤立凝固した領域には周囲からの溶導補給が途絶えてしまい、凝固収縮による非消の発生が考えられます。凝固ホットスポット表示の3面図表示です。正面図や側面図などと合わせて、非消予測位置を的確に捉えることができます。全ページの固相率 0.7 の時の凝固ホットスポット表示から、時間が経過した固相率 1.0 の結果です。固相率 0.7 の凝固ホットスポット表示と、同じ結果であったことから、この非消は固相率 0.7 の段階でほぼ形成されていることが考えられます。こちらも、固相率 0.7 の時の凝固ホットスポット結果と同等です。ポロシティ予測は、大きく、ガス巻き込み、非消、酸化皮膜を同時に表示させることができ、簡単に血管発生位置と大きさを予測することができます。表示しているマーカの大きさは、血管予測のサイズを表しています。湯流れ充填過程で、溶導に巻き込まれて発生したガスを予測したものです。最後に、ポロシティ予測による非消予測です。
矢印で示した製品内部の非消予測位置は、前のページでも見ていただいた、凝固ホットスポット表示位置とよく一致していることから、凝固収縮による非消発生の可能性が高いと考えられます。その他、解析計算の情報についてご説明させていただきます。今回の解析で使用しました、製品と金型の主要な熱物性値です。ビスケット位置からの射出速度と、射出温度の設定画面です。これらは、時間の経過とともに、設定を変更していただくことが可能です。金型配圧考慮の機能として、排気ベントの設定がございます。実際のベント位置に、図のような排気方向を示すベントを設定していただくだけで、大気解放や減圧などを考慮させることができます。今回の解析モデルの大きさと要素数であれば、高速モジュールを利用することで、湯流れ解析で22分、凝固解析を50秒で解析を行うことができます。本資料について、ご不明な点やご質問がございましたら、JSCast 専用メールアドレスまでご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。